世界中のアメリカ兵が最も恐れた場所、別名死の谷。2001年から始まったアメリカ有志連合対アフガニスタンタリバン政権の紛争の約7割がこの死の谷と呼ばれる地域で起き、米軍側で最も多くの死傷者が出た場所として恐れられ、アメリカがアフガニスタンから完全撤退する2021年より11年も前に撤退せざるを得なかった最激戦地。今回は死の谷と恐れられたアフガニスタンで最も危険な地域の実態を見てみました。はい、皆さん、What's up? バッバー翔太でございます。現在はですね、アフガニスタン東部、パキスタンの国境沿い、クナル州というところに来ております。今回の動画もですね、前回の過去2本の動画見ていただいた方がよりリンクできると思うんで、ぜひね、先にそっちの動画見てほしいんですけど、このエリアはですね、アフガニスタン全土で最も隔離封鎖された場所の一つっていうことで、アメリカとのね、アフガニスタン紛争時はですね、最激戦地、現在もですね、タリバンと敵対勢力、パキスタンの武装勢力と紛争中とのことでですね、緊張感がマジ半端ないんですけど、今回ね、タリバンにね、特別に許可をいただいたっていうことで、友達も含めてね、死の谷と呼ばれた場所にね、行ってみたいなと思います。パキスタンの国境付近にあるクナル州はですね、他の地域と異なる土地柄の影響で、人々は森林関連の産業や米やトウモロコシなどの農業で生計を立ててるみたいで、歴史上ソ連やアメリカ、タリバンや武装勢力を含む外国勢力に侵略されたことから、外部の人に対して特に敵対的であると言われ、アフガニスタンの中でも最も保守的、伝統的で孤立した人々が暮らしている地域だそうです。はい、ここがですね、米兵が最も恐れた場所ということで、死の谷コレンガル渓谷です。全長ですね、約10メートルぐらいあるみたいなんですけど、見てもらったら分かるように、ものすごい急な斜面で、崖まみれっていう感じですかね。今ね、感じ的には、もうほんまに紛争があったのかっていうぐらいですね、静かな場所で、もう人もですね、ちらほやしかいないなっていう感じですね。でね、アメリカ軍だけではなく、旧ソ連軍の時もですね、ここが激戦地やったっていうことで、別名ね、旧ソ連軍、アメリカ軍の墓場とも言われてるみたいです。There was a base. We are just 20 minutes away from the base. Alright. Yeah. Okay, so base, American base. American base. Yeah. Okay, so let's go there. 現在はタリバンが支配していると主張するここクナル州なんですけど、アフガニスタンで最も危険と呼ばれている理由に、険しい環境にあることから武装勢力が潜伏しやすく、そして木材などの天然資源が豊富にあることから、領土と資源をめぐって2015年以降もタリバンと敵対するパキスタンに拠点を置く武装勢力と過去何度も戦闘を繰り返し、現在もね、タリバン敵対武装勢力の活動がかなり活発なエリアだそうです。はい、ということで皆さんたどり着きました。ここがですね、死の谷の頂上らへんですかね。頂上でもないんですけどね、谷の反対側におるんですかね。さっき聞いた話によると、あそこにですね、メインのアメリカ軍の基地があってですね、その他、ここもそうですし、いろんなね、山のあちこちにですね、ちっちゃい基地みたいなのがあって、あそこのね、メインの基地をサポートしてたみたいです。ここがですね、アメリカ軍の作戦が行われてたレストロポっていうね、軍の基地みたいでですね、ドキュメンタリーとして生々しい映像がですね、映画としても公開されたっていうことで、現状はですね、こんな感じで軍の跡地だけになってるっていう感じですかね。当時アメリカ兵たちはこんな辺境の地で寝泊まりし、衛生状況は最悪の中、地形、安全上の理由でヘリコプターでの物資は頻繁に運搬できず、水や食料の不足に苦しめられた。それに対してタリバンはこの地形を知り尽くしていたことから、待ち伏せ1日に少なくとも4回以上の奇襲攻撃を行い、アメリカ兵たちはこの基地から外に行くことすらできなかったみたいです。その結果、コレンガルは多くの米兵が精神疾患状態に陥るほど恐れられ、42人の米兵が命を落とすことになり、アメリカにとって最も危険な場所となったみたいです。詳しくね、紛争時の状況を見たい人はね、映画見てもらったらと思うんですが、現在のね、状況を紹介したいなと思います。はい、ということで、ここがですね、アメリカ軍のメインの基地だったみたいです。すごい場所ですよ。見てください。ここで寝泊まりしてたんか。So do you think from here there are shootings? Yes. And then also Taliban was shooting here too. They are exchanging.
Wow. So who they built this one? Local people, they hire local people. Okay. Also, they have some contractors Right. to build camps So this place now is turning into a cow farm. But imagine, you get shoot from here, you have to be hiding. Yeah. That's hard time, Scary. Of course, Yeah. military base. 考えてください皆さん、ここからですねタリバンからの襲撃を受けてでね、ほんまもう山々に囲まれてるんで、こっちからも来るかもしれんし、こっちからも来るかもしれんし、こっちからも来るかもしれんしっていう感じで、もうこっから出れなかった状況だったみたいです。アフガニスタンはほんまなんですかね、コンプリケイティッド難しいんですよね。アメリカ軍の話もありますし、タリバンの話もありますし、アイシスの話もありますし、ここはですねアメリカ兵が拠点にしてて、でアメリカ兵が出た後はですねアイシスがこのね基地を支配してて、アイシスが拠点にしてたみたいなんですけど、アイシスとタリバンがやり合って、現在はですね牛ちゃんだけがおるだけなんですけど、なんかすごいこのね動画だけでは説明できないほど、もう山ほどね情報があるって感じです。見てください、いろんなところがですね銃の跡がありますね。撃たれた跡みたいな、すごいな。さっき言った話なんですけど、アフガニスタンでねアメリカ軍が撤退した時、他の基地とかやったらその基地とかそのね武器とかをそのまま残したまま撤退したみたいなんですけど、このコレンガルに関しては自ら基地を破壊して武器とかも全部持っていったということでですね、それだけアメリカ軍がこのねコレンガルの地でひどい目に遭ってもう恐れていたというね証だそうです。 I can't even sleep, honestly. I've been on about 4 or 5 different types of sleeping pills and none of them help. どうしてこんな険しいアメリカ側にとって不利な場所に基地を作りタリバンと戦ったのか。地元の人の話によると、クナル州のタリバンの首長たちがここコレンガル出身だからなのと、そしてアフガニスタンとパキスタンの国境はないもの同然ってことで、タリバンを含む他の武装勢力たちの重要な潜伏先で訓練キャンプや武器のストックもこの地域にあったからだそうです。そう、今なんですけど、ローカルピーポーにね、出会ってちょっとインタビューしてみたいなと思います。So, I want to ask him about local people from here, they support Americans or Talibans? نه طالبان اسلامی ما تو طالبان Okay, so local people is joining the fighting with Talibans. دیزی نشو شو And میکنن the jihad against the اول جنگ armies کرانگل started شروع شده from this valley. کرانگل Oh, okay. یا کره تا ولی بوم America bomb. امریکا بوم Oh, یا امریکا بوم oh yeah. یا بوم Bomb, bomb. Oh. アメリカ兵がこの地の戦いで一番苦戦したと言われているのが地元の村人たちとの交流。現地住民との関係構築が対反乱戦の成功には最も重要らしいのですが、伝統や文化、宗教に対しアフガニスタンで最も保守的なこの地域では、アメリカは決して地元民からの支持を得られず、撤退の最大の原因となったみたいです。この地をね制御することがどれだけね難しく過酷だったかを物語るように、2009年には15万人の外国軍がアフガニスタンに派遣されたが、コレンガル同様アメリカ軍は制御できず、多くのね基地が放棄されることになったみたいです。そしてアフガニスタン全土では2014年末までに米兵だけで約2200人、NATO の国際治安支援部隊全体で約3500人の死者が出て、高いコストと被害者のみが増えていった結果、アメリカ軍は完全撤退せざるを得ない決断に迫られたそうです。そう、今からですねアメリカ軍や部外者をね一切寄せつけなかった地元の人たちの村をですね紹介してくれるということで、おもてなしでね一晩泊まっていけってね優しい言葉をいただいたんで、ちょっとね見てみたいなと思います。中はですねこんな感じでございます。わー、such amazing。見てください、全く違う感じの家でですね、このドアとかも全部木造りなんですよね。それこの辺でやっぱりね木がめちゃめちゃ林業が盛んっていうことみたいで、家作りも全然違う感じです。
この死の谷に住む人々はアフガニスタンで最も古い民族の一つ、パシャイ族。敵からの侵略を受け続けた歴史上、彼らの伝統や文化には家族に忠実で常に争いに備えている誇り高き戦士という意識が他の部族と比べて際立って重要視されているみたいです。そう、今からですね、町の人がみんなね、出迎えてくれて、このね、村を案内してくれるということで一緒にね、歩いていきたいなと思います。で、ここはですね、聞いた話によると電気も通ってませんし、ソーラーパネルはあるみたいなんですけど、飲み水もないですし、もう全部自給自足で生活してるっていう感じみたいです。そう、皆さん、ここがですね、僕今までいろんな世界行ったんですけど、一番神秘的な場所かもしれないですね。もう人もそうですし、自然もそうですし、言葉が出ないぐらいなところですね。はい、今ね、ここはですね、モスク今作ってるところみたいなんですけど、全部手作業で作ってる感じですね。この彫刻とかめちゃくちゃ美しくないですか？すごいな。こんな辺境の地でこんな規模のモスクができるのか。ここがですね、スクールみたいです。So he's the teacher. He is the teacher of the madrasa. Oh, nice to meet you. How many kids? Sudai mashkul. یو سلس بوری یا 50 دانی زنانه ده آخر 110 kids. 110 kids, yeah. 50 or women. 50 women, 110 kids. Many, many kids. で、さっき聞いた話によると、マドラサもですね、タリバンを訪れた時と同じくですね、男女分かれてて、男性は男性で勉強して、女性は女性で勉強するっていう感じみたいです。今からですね、飯を招いてくれるっていうことで、僕らここ来ることも何も伝えてなく、もう適当に来た感じで飯を用意してくれるという、すごくないですか、このおもてなし感。うわ、すごい伝統やな。そう今なんですけど、村のですね、村長ともう一人ですね、親方が来まして、でこの二人は、ですね、ソビエトの旧ソ連が来た時にムジャヒディンとして戦った、戦士だそうです。So, America or Soviet Union, which one is the hard times more hard? امریکایان داسې آرامیان وو که نه د کلي په کور کې نه دی دا کلي کې مسکې یو کور چې داسې کور بینه سیاغه شته روسیان یې ته اوس موږ سولې کې بداغه سولې نه تکانه کولې بل کې پټېدلو مګر ته دغه نو امریکایان واکې ډېر زموږ خلک شهیدان شو لوی واړه ښځې نارینه ټول شهیدان شو خط تک دې ځای پورې راغلی د تاسو د بیا دا 20 جوړ کړی په دې اداره کې خاص په دې اداره کې 350 تقریبا شهیدان شوي دي غټ او ماشومان او ځوانان او دغسې تقریبا اوس موجوده په لیست کې دغه 900 زره پورې یتیمان دي دغه شهیدانو بچي دي دا وړه دره ده خو دا ټوله قرباني د اسلام او د وطن دپاره وکړو که بیا هم څوک نیت خراب کړي انشاءالله بیا موږ د اسلام په وجه باندې ورسره مقابله کوو که شهیدان کېږو او که بری به مو خو د الله تعالی کومک وکړي امریکایان ووته او لاړ اوس امنیت دی طالبانو بچای دی او الحمدلله په دې باندې شکر وباسو ډېر امنیت دی اوس What they think about the foreigner? سیلانیان ته موږ قدر لرو موږ ډېر احترام لرو هغوی ډېر ته احترام درته اما د خارجي اشغالګر چې وو هغه زموږ دښمنان So, like for example, if United States the tourists come here, it's okay, welcome. They are welcome.
just they don't welcome the soldiers. Afghan people don't welcome soldiers. Yeah. ومونږ مېلمه پالنه کوو قدر یې کوو احترام یې کوو چې د امارت د لایحې لاندې یې مونږ سر ګرځوو. 本来ね馬車イ族の文化と宗教にはですね外国人、来訪者が来たら村中の人を集めておもてなしをする、まあそれがですね男性の仕事として、まあ男性がですね来客者をおもてなしするっていうことで、まあここはですねアフガニスタンの中でも最も孤立した保守的な場所っていうことでですね、そういった伝統や宗教をものすごい大事にしているところだなってね彼らと接してて感じるんですけど、アメリカ兵はねこの文化をねちゃんと尊重してなかったから村人とね良い関係に築けんかったんかなってね今ね彼らと接しててめちゃめちゃ思います。皆さんも動画で見てもらったら分かると思うんですけど、ものすごい親切な人たちです。ここまでおもてなししてくれるんかというぐらい、僕いろんなところ回ってきましたけど、世界で最も親切におもてなししてくれる、国の人々ですよ。世界各国ねいろんな危ないとね言われてるところに行っていつも思うのが、その地にはその地の伝統文化宗教があって、僕らのね当たり前の目線で入るんではなくリスペクトの心に持って相手の目線に合わせてこう入らないといけないっていうのはめちゃめちゃ思うんですよね。まあ今回のアフガニスタンのこの場所に来てもめちゃめちゃ思いますし、それ起こるでしょう。赤の担任が自分たちの伝統文化あとね生活を踏んづけて入ってこられたら皆さんならどう思いますか？まあ聞いた話によるとね外国人がここにね来るのは25、30年ぶりということで、いやそれだけね孤立した場所であったし、紛争がね激しかった場所でもあったということからですね、まあでもね僕が今そんな地におるのかって未だに、信じられないですけど。はい、おはようございます。いや、昨日はもうぐっすり眠れまして、いや、こんだけ素晴らしいおもてなししてくれる国は初めてかというぐらいのおもてなしで、朝ごはんもですね、バーベキューコーンをいただいております。でもね、昨日ね、ちょっと話してて怪しい話も聞けまして、アフガニスタンね、なんでアメリカ軍が来てビンラディン撃退して目標達成されているのにもかかわらず、ここにいてね、こう支配しようとしたのか、プラス撤退してからもアメリカがですね、アフガニスタンに現金を渡しているのかなどのね、話をしてましてですね、アフガニスタンはですね、かなり資源があるということで、前の動画でも話したリチウムも取れますし、これ核兵器の元になるんですかね、このウランがね、めちゃめちゃ取れるみたいでですね、そういったことから中国、あとロシア、あとアメリカなどのね、大国に目をつけられてるということで、でもこんだけね、素晴らしい人がいるんで、ほんまね、そういったことでまた犠牲にはなってほしくないなっていうね、思いだけがいっぱいなんですけど、今日は出発の時ですね。Wane kunalai. Pasai, pasai. Kunalai. Tico. Okay, that's very good. Thank you so much, everyone. Yeah, tell them very appreciate ويجوز خوشحالیم مننه تاسو amazing hospitality. دې تکلیف نه موږ هم بخښنه غواړو، غریب تکلیف شوی لرې نه راغلی دی او تشکر او مننه کوو، زحمت ایستلی دی. دا زموږ وطن دی، د غر وطن دی، نو دغسې زندګي ده زموږ. دا د مجاهدینو ساحه ده ها، دې کې آزاد ګرځئ. This is the region of Mujahideen, so walk freely. Thank you very much. Banana.まあ最後にね、この地域でもう一つのリアリティで女性は一人も見ませんでした。ほんまに女性ってこの世に存在するのかってぐらいね、見なかった。でも今回ね、彼らと一緒に生活してみて、イスラム教っていうのがですね、一つの文化、一つの生活、生き方に見えるんですよね。僕が想像してた宗教とは全く違う感じ。
アフガニスタンは女性として生まれてくるのに最悪な国とね世間で言われているが、でもねこれはね部外者からの目線、撮影はねできなかったんですけど、彼らの家へねお邪魔した時にちらっと見えた男性が家で女性に対して女王のようにね優しく接してた姿、そしてね女性の顔には家族団らんと笑顔に暮らしてる様子、友達もね友達の結婚相手もアフガニスタンの女性は幸せに暮らしてるって言うんですよね。今回僕がね2週間で感じた感覚はですね、それは街中に一切女性がいなくて、女性の顔が見えない生活、そしてねちらっと見えたですね家の中での男女の関係、男性には男性の魅力、女性には女性の魅力、そしてね男女がより輝いて見えたような気がしたんですよね。そして彼らと生活してたらものすごいギブアンドテイクを感じるんですよね。アフガニスタンに来て何回お茶やジュース飯をねおごってもらったか、彼らはですね僕に見返りを求めずにどんどん与えてくるんですよね。でもこれはね彼らの話を聞くと、彼らのいつもしてる礼拝とめっちゃつながってるなっていう感じで、彼らにね礼拝の強制性は一切ないし、自分の意思で毎日5回神に祈りを与え、そしてね神から何かを得る、この与える得るをですね礼拝だけじゃなく日々の生活にね染み込んでるんですよね。何かを与えるから何かを得る、そして陰は陽にもなり得るし、陽は陰にもなり得る、そのルールをですねもうすでに知ってあるから、彼らはですね見返りを求めずにどんどん僕に与えてくるんかなみたいな。そして彼らの生活見てたらですね、自分自身にも何か与えてるような気がするんですよね。だから女性のこともですね、自分自身に規律をポジティブに与えることによって何かポジティブを得てるような。今回アフガニスタンで聞いた敵対勢力による紛争、誘拐、治安状況も生で実際に体験してみて、アフガニスタンにいないとわからない女性を本当に大切に思うからこそある女性を守るための規律なんだなと思うこともねめちゃめちゃたくさんあった。部外者から見たらね、しんどいやろな、失敗やろな、貧困な生活、規律がある生活と思うこともですね、彼らは淡々と自分自身にですね何かポジティブを与えてポジティブを得て生活しているように感じてしまうんですよね。そんなね輝かしい光がある中、昨日もですね6人乗ってた子供の車がですね、ISIS の敵対勢力によって爆弾仕掛けられて爆発して亡くなったっていう話も聞きます。さっき言ったように陰は陽にもなって陽は陰にもなるということからですね、ネガティブなことをポジティブに例えて自分に与えて、そういったことからですね人が簡単に死ぬ世界になるのかなみたいな。ほんまアフガニスタンはですね上げられたり下げられたりっていうめちゃめちゃ難しい感覚なんですけど、でもね生きてるなっていう感覚はめちゃめちゃします。いろんな世界行ってね、アフガニスタンほど人生のこと、生と死、人間とは、文化伝統とは、これだけね深く考えさせられ、自分のね答えが見つからない旅はほんまない。でもねこの答えがないのがなぜか神秘的でですね、これが超自然的なんだなぁとね片付けてしまう、ほんまにわけのわからない世界。でもね僕の中ではそんなね答えのない可能性を無限大に与えてくれるアフガニスタンがですね、今まで行った国の中で最も好きな国の一つでございます。最後になっても何を言ってるのか全くわからない動画になってしまいましたが、動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ということでアフガニスタンコレンガル渓谷死の谷からでございます。ということでアディオス。